簡単にパパッとできるメニューですね。焼き鳥のネギソース。本当に焼き鳥とすごくベーシックなネギソース作ってそれをかけて食べるだけですね。僕は特に中学生高校生ぐらいの時にこのネギソースで正直何でも食べてました。一番簡単なソースですね。これは急なお客さんが来た時とかちょっとメインもう一品欲しいなみたいな時に僕が実際に作ってるメニューですね。これ本当ね、一人暮らしの男の人にもおすすめだな。いろんな思い出が蘇ってきますね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは簡単にパパッとできるメニューですね。焼き鳥のネギソース。栗原家では母の代からですね、よく揚げ鶏のネギソースっていうのを食べさせてもらってたんですけど、これは急なお客さんが来た時とかちょっとメインもう一品欲しいなみたいな時に僕が実際に作ってるメニューですね。本当に焼き鳥とすごくベーシックなネギソース作ってそれをかけて食べるだけですね。だから簡単油淋鶏みたいな海苔かな。はい、おすすめですのでね。じゃあまず材料ですね。鶏もも肉1枚ですね。だいたい 300g ぐらいでしょうかね。で下味に塩コショウで片栗まぶして、鶏もも肉は皮目から焼いていくと油結構出るので、サラダ油大さじ1ぐらいで十分ですね。でネギとごま油、砂糖、醤油、酢、この4つの調味料プラスネギでできますね。で青ネギでも、同じ分量でやってできます。でネギソースなんですけどすごくベーシックなネギソースです。僕はこのネギソースで、正直何でも食べてました。特に中学生高校生ぐらいの時に帰ってきてちょっとおかず足りないなと思った時にですね、自分で作る時ですよ。もう特に一番やってたのはソーセージボイルしてこのソース、一番簡単なソースですね。じゃあまずネギ切りますよ。ちょっとねネギ1本分ってあるんですけど今日太いのでこんぐらいでいいかな。半分ぐらいですねこれね。ただまずみじん。これほんとね一人暮らしの男の人にもおすすめだな。食べ応えもあるしね。少し大きめのところがある場合はちょっと叩きましょうかね。はい。そしたら切ったネギはボウルに移しますね。でまな板は一回しっかりとネギが取れるようにして、要はこの後ちょっと鶏もも肉に隠し包丁入れるんですけどその時にネギくっついちゃってそのまま焼いちゃって焦げる原因になるんですね。なのでちょっと一回落としますね。辛いよ、目が痛いよこれ。もう心の涙かもしれないこれ。一回まな板きれいにして先にこのネギ今切ったネギに調味料加えていきますね。もうこの調味料合わせるだけです。お醤油、お酢、お砂糖でごま油で混ぜておくだけです。これねキャンプでもよくやりますね。そのぐらいねキャンプ場でもパパッとできるような感じのメニューなので、やっぱり酸味もあって甘みもあってお醤油味じゃないですか。だから飽きが来ないですよね。で量食べれちゃう。でご飯にも合う、おつまみにも合う。じゃあ鶏もも肉のね下ごしらえですね。ご存知のようにもも肉ってよく中が生焼けだったりするじゃないですか。で今日簡単メニューなのでやっぱり時間をちょっとね短く仕上げたい。でネギソースこんだけすぐできちゃうんで鶏肉もこの分厚い部分ですね、分厚い部分に1センチから2センチぐらいの切れ目を入れる。これだけで火通り全然違うのでこんな感じ、このぐらいな感じね、このぐらいな感じ、このぐらいな感じで隠し包丁入れたらここにまず塩コショウですね。時間置かないので皮目じゃなくて身の方につけていただいた方が塩落ちなくていいと思いますね。でコショウも同じです。で少しポンポン叩いて塩をなじませたらここに片栗粉、こんな感じかな。で少しポンポンポンと落として置いておきますね。鶏肉に粉をまぶしたらここでサラダ油をひいて火つけます。
で油温まるまでちょっと待ちますね。今日のディレクターさんはね初めて人生初の演出ということでございますんでねちょっと期待してるんですけどねなんかこう刺激は今のところないですね、こう無難にやり過ごそう感があるかな。はい、油温まってきたら鶏肉入れますがちょっと一回粉ポンポンと余分な粉はたいてもらって皮目から焼いていきます。でここで一回粉してるんですけど片栗粉って油吸う性質があるんですよね一回ね。で吸っちゃって吸ったまま皮から油出ないで乾いた状態で焼いていっちゃうとすぐパサつき焦げになるんですよ。それが嫌なのでこうちゃんと油がこういう風に浮いてくるのを確認しましょうね。これね今浮いてますよね。だったらもう今入れたサラダ油大さじ1で十分ってことなのでそしたら少し全体なじませるように要は油が均一に皮目に触れるようにしてもらって火加減を中火ぐらいですかねに落として蓋していきます。とりあえずこれで4分ですね。中火で4分。昔ねよく20代半ばぐらいの時に「いいよね若くてまだまだいろんな可能性あるじゃん」って言われて何言ってんだこいつと思ってましたけど本当にそうですね。今までねお酒が飲めるようになってから20でしょ。多分それがどれだけ体を蝕んでるかですよね。本当健康的な飲み方したら今全然違うと思うんだよね。トライアスロンとか出てるかもしれないもんね。まだ遅くないです。うるさいわ。はい。で4分経ったのでちょっと裏返しますね。いい感じですね。いい色ついてますね。もうちょっと焼いてもいいぐらいですけど今ガリガリですねこれね。また裏返した時に片栗粉ついてるじゃないですか。それで吸っちゃうのでここでもう油が全くない状態だったらその場合は少しまた油足してくださいね。大さじ1/2とか小さじ1とかそういうレベルでいいと思いますね。そしたら蓋します。いやこれほんとねすごい食う人たちがうちに遊び来ましたと。で予定していたメニューを全部出払っちゃった後とかによくやりますね。これは本当だって冷凍してあるケースが多いじゃないですか。もも肉って1枚でねラップして保存してそういう時は本当便利ですけどね。時々ねちょっと蓋外して様子見て焦げてないかなってチェックしつつですねもうほぼほぼ一致なのかな。もう火加減さえ間違えなければちょっと怖かったら中弱火ぐらいまで落としてもらってもいいですね。あんまりね弱すぎるとやっぱりこう蒸す力のがちょっと増えちゃって水分出てくることあるんですよね。それだけ火加減ちょっと強いですね。弱すぎてもダメなんで中弱火が安全だとは思いますけどね。4分経ったんで最後もう一度皮目をギュッと押し付けながらもう一度カリッとさせる感じ。分かりやすいのはこのさっき入れた切れ目からこう覗いて皮の方までしっかり火いったらもうほとんどいってるんですよね。ほとんどいってるとかいってますね。であとはこうやってちょっと弾力を確認して跳ね返りが強いしっかり硬い感じこれが火通りの目安ですね。今の火加減守ってもらって4分焼いたらほぼ間違いなく火はいってますね。そしたら火止めてもう皮目カリカリになってますからちょっと水分出るんで、このようにキッチンペーパーをですねまな板の上引いてもらって皮目を下にしておいてでこのままずっと置いちゃうと皮目がパリパリなのにパリパリじゃなくなっちゃうのですぐ切ります。まず縦で横、食べやすい一口サイズに切っていく感じですかね。そしたらお皿によいしょよいしょとちょっとランダムに高さつけたりしてで最後にさっき混ぜたネギソースをたっぷりかけていくと全部かけていってますね。ちょっと多いかなと思うぐらいかけちゃっていいと思う。完成です。じゃあ出来たてをねいただきますよ。やっぱネギたっぷり乗ってんのがいいな。でさらに追いネギね。ネギがうまいなこれ。いただきます。うまっ。いろんな思い出が蘇ってきますね。焼いた鶏の柔らかい脂を
レモンと炭酸で一気に流し込むこの感じ、いや喉越しが最高ですね。生のネギだし、ネギのだから辛みが少し残ってる。で噛むとネギの香りがふわっとする。で酸味があってお砂糖入ってるんで甘じょっぱいお醤油のソースなわけですよ。で飽きが来ないですね。であと辛さ加えたかったら、早めに、ソース作ってもらって赤唐辛子、入れて一緒にこうひたひたっとしておくと少し辛みが出るのでそれもおすすめですね。というわけでぜひ作っていただきたい、特に男性の方に作っていただきたいメニューですかね。やってみてください。ごちそうさまでした。